おはようございます。画家のギソティース。今日はですね、こちらに見えております。見えてないモザイクですか？チェコの古い街を描いたという作品でございます。小さい作品ですね、8号という作品で、ぐっと密度ですね。ぜひぜひ最後まで楽しんでみてください。それでは本編、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。チェコのですね、途中ちょっと立ち寄った町で少しまた一緒に行った人に、聞いておきますけど、なんていう町だったか。はい、こちらの作品をお見せしようと思います。まず墨入れ、細かいですね。墨を入れていってる。ね、入れていっております。この墨は普通に墨汁ですね。もう売っている墨汁をだいたい培養量ぐらいで水を足しております。で、これ白味という下地で白味。自動変換がうまくいかないんですね。白味と。でちょっとこう横の線とかはパネル自体を縦にしてやっていっておりますけども、ネチネチネチと書いていく。こんな感じでですね。こうやって細い線を引いていく。意外とこの作業は僕は好きであります。久しぶりに何年ぶりコロナの前2019年以来18年以来かな。19年はあれですね、北海道旅行ぐらいやったかな。10日間北海道に行ったぐらいで、海外は2018年のイタリア以来かな。またイタリアか。ということでございますけども、これチェコの街です。これはですね。これちょっと以前に行ったやつなんですけども、今年は、イタリアのシチリアに行っております。ちなみに、この動画を編集しているのはおそらく飛行機の中かなと。15時間ということで、昔やったらロシアの上通れたんですけど、今ちょっと通れなくなったんで長くなっているんで、退屈ですけど、皆さんどうやって飛行機の中過ごされます？長時間。僕はスマホに、見たい映画とかをひたすらダウンロードしておいて、6本ぐらいかな。でも基本はだいたい最近特に東京とか行く時は2時間とか1時間半2時間ぐらいかな。1時間半または2時間ぐらいかなってかかるんですけども、動画の編集やってます。ずっとやってます。で、もうそれで2時間ぐらい優に過ぎるので、文字を入れたりですね。そして完全に完走。今、インプリマトゥーラというですね、私の動画たくさん見ている人ならばね、もうこれ2層目のインプリマトゥーラ、完全にマットになってるでしょ。吸収が強い下地なので、吸収地ということで、白味というのはね、昔、キャンバスとかで昔にあった方法です。詳しくはいろんな動画ございますので、そういったものも参考にしていただけると、もうどこでしっかり話したかも忘れてしまっていますけど、こういうことは、難しくてね、逃げていかないようにしてください。ぜひぜひ。で、叩き筆と言ってね、これは本当に僕は大学時代に、田口康夫先生という先生が、おっしゃってました。これは輸入したの僕だよって。イタリアで、それでもいきなり何してんのかっていうと、これ空とかをね、書いてたりね。これね、2層目かな？何してんねんって感じでしょ？もう全然わからないでしょ？これね、マスキングテープみたいなシートみたいなのを貼っているんですよ。で、それに1層を空とか塗って、で、完全に乾いたら今2層目、を塗っていってると。だいたい2層ぐらいである程度塗って。で、また、後々3層目、4層目。これだったら空4層塗ったかな、結局は。ということなんですけども、明るい壁だけをまずマスキングテープをしておいてとかっていう。その田口康夫先生の最後の授業を受けさせてもらって、学部の僕が3年生の時に体感されて。で、僕が東京芸大に入る時に、好きな作家さんですね。好きな作家さんとか調べていると、田口康夫先生研究室ってすっごい多かったんですよ。うわーと思って。で、自分が好きな作家さん、この人も田口先生研究室なんやと思って。で、東京芸大入ったら一番教わりたいなっていうふうに思っていた先生だったんですけど、僕たちが僕が大学の3年、これ2層目のやってますけど、3年生の時に体感されると。でですね、これ、僕の入った時にはやった大学院まで教われると思ったりしてたんですね。で、これなんでかというと、武蔵野美術大学にその前の年僕1年行ったんですよ。で、それ武蔵野美術大学の定年が70歳なんですよ。で、
計算上田口先生は今入学した時64とか5ぐらいやから、あと6、7年あるからちょうど大学院出るか、院1の時ぐらいかなと思ってたんですよ。で、やったーと思ってたんですけども、東京芸大は今は知らないですよ。当時67歳やったんですよ。むさびが70歳で、東京芸大60、謎ですよね。国立やからかなんか知らんけど。っていうので、教われへんってなって、うわっと思って。で、最終講義みたいな、後期やから確か10月のなんか水曜日かなんかの1限目みたいな時だけ、それでマスキングシートをようやく外しています。そうね、その田口先生の思い出少し、ほんの少ししかもう携われなかったですけどね、もちろんね。で、なんかこう最後の授業が、あそこのエレベーターの中に東京芸大のその絵画棟ってあるんですけど、8階建て。8階建てのそのエレベーター面白いもので作りがね、大きい作品150号とかが入るようになってるんですよ。で、そういうがあって、で、大学の僕は3年生の時にエレベーターのとこに田口康夫先生最終講義と大学院生以上対象って書いてあったんですよ。うわっと思って結局受けれるのかいと思ってこれ、なんとかならんかなと思ってその担当の助手さんのところに僕頼みに行ったんですよ。今そんな学生っているのかな。受けたい先生の授業をちょっと頼むから受けさせてもらえませんかなんて頼みに行く人いますかね。変わってんのかなやっぱ僕で今もめちゃくちゃ有名になってる山口明がマスキングシートを外しました。それが完全に乾いてからもう一回貼り付けます。貼り付けできます。このマスキングシートの話もちょっと延長で後で話しますけど、で山口明さんも今現代日本の美術ではもうトップスターの山口さんのとこにこうすみません山口さん青木曽と言いますって学部の3年のとか最後の授業あそこのエレベーター貼ってあったあれなんですけどなんとかなりませんかね受けさせてくれませんかねって頼みに行ったんですよ。で山口さんが多分田口康夫先生の担当助手やったんから掛け合ってくれてで小木曽君いいよと。ただねちょっと山口さんがずっとアトリエで寝泊まりされてて助手さんはいいと。寝泊まりされていて、いいよということで、ただな小木曽ちょっと僕はいつもアトリエで寝泊まりしてるからで田口康夫先生すごい朝が早いんですよ。9時からとかの授業やと思うんですけどちょっとごめんなさいね細かい何時かとかもうあんま覚えてないですけど1998年の話だからね26年前の話です小木曽君僕はいつも寝てるとでも田口先生朝早いと8時ぐらいには来ると僕を起こしてくれへんかとやっぱり助手さんがまずねいてなんか先生の手伝いをするもうそんなん今の時代とかやったらなんとか腹とか言われるんでしょうけど僕らの時代はそんなん別にね当たり前これ2層目塗ってってますけども僕らがいや手伝いますよとかっていう感じじゃないですか。そういうのも寝てたら起こしてくれへんかっていうことで大丈夫ですって僕早いんで僕早かったんですよ。朝早く大学行くというか満員電車が嫌いすぎてだいたい6時半ぐらいには大学朝行ってました。もう9時を8時台とかに乗るのはもう絶対嫌で千代田線っていうねめちゃくちゃ混む電車なんですけどでも5時半とかにもう起きたらもう顔なんか洗わずそのまま行って私しながら電車がまだ空いてるうちに6時ぐらい乗って6時半ぐらいに上野に着いてとかそんな感じでしたいつも。でそれで2層目こう塗ってってると。で叩き筆ね。でまたマスキングシートを剥がすとこんなことを3回ぐらい繰り返しますというねこういうもう本当に秘密の技法を全部明かしていくという。で田口先生の授業の時は8時よりもっと前7時とかにはもうアトリエ行って絵描いててで、隣の部屋で描いててで田口先生が入ってこられたらすぐ山口さんのとこ行って「山口さん来ました」って言って起こして田口先生のいつも2課とかの傍順優先とかをしていっていろいろ話を聞いたりとかしてさせてもらったのはすごくただもう26年経っても思い出すんですけど一番最後の授業を受けれなかったんですよ講評会というか。
それだけがもうなんかね、冬季講習会っていう水道端っていうところで、田口先生も水道端で教えてらっしゃったんですけど、それのね、冬季講習会かなんかっていうので、僕は基本的に夜の先生、夜間部というので、いつも高校生を教えることが多かったんですけど、その年というのは、その、最終授業が、その、冬季講習とかぶって休みてーと思ったんですけど、行けなかったっていうのが未だにやっぱり自分の中一番最後の日、なんか飲み会とかやってたって言って、こう26年経ってもこんなこと覚えてますもんね。で、その時にちょろちょろといろんな話の中に、まあ、この叩き筆というのが当時ちょっと学生の中でも流行りだして、でもこう、まあなんか、硬い筆とちょっと柔らかい筆があって、で、まあ、絵の具、版画とかで、すみません、毛先が潰れててポンポン叩いたりね。絵の具をすり込むような筆というのと、なんちゅうか、版画のあれにすり込んでいくような感じにして使ったりとか、そこに絵の具をつけてこうなんかこうあと描いたりとかって言うけど、田口先生は僕はイタリアからこれ輸入したのよっておっしゃってこれは絵の具を塗った後に叩いていくと。で、明るい方から叩いていくんだよって教えてくださったんで、輸入してくださった先生が言っていたことを、もう30年近く忠実に守っているおじさんです。そして、完全に乾燥後、またこれは全面を僕は1回完成油でこうやって濡らして、私自身はもうひび割れとかほとんど起きたことないので、まあ今のやり方これ自体は、僕はだから断丸樹脂とかっていうのはもうほぼ使わなくなりまして、今もポピーオイル高くなったっすね。ポピーオイルこの間買うてきたらめっちゃ高かった。びっくりした。何千これ。こんなに値上げする、ちょっとまあね、こんな、ね、テレビも高くなったと思うけど、これポピーオイル8000円ですって。8000円まあこの量でだいたいまあ3、4ヶ月、5ヶ月ぐらい持つからまあええかなと思うならね、絵描きもね、でも絵の値段を高くするというのはなかなか勇気がいりますけども、世の中ね、なんや、賃上げ言うとりますけども、絵描きとかね、個人事業主はね困ったもんですよね。なんかね、ちょっと社会保険料とかなんとかを少しね、ちょっとサービスしてくれるとかないんかい。子育て世代に1ミリも優しくないでもございますね。びっくりする。ね、それだけお前稼いでんやろって話かもしれないですけど。で、さっきのマスキングシートなんですけど、これも面白かったのは、黄金背景テンペラ画という、まあ、フランジェリコとかがやっている初期ルネサンスと呼ばれるですね。ルネサンスっていうのは、世紀ルネサンス、盛り上がる、期待の木ですね。世紀ルネサンスっていうのがだいたい1500年前後ぐらいかなというふうに思うんですけれども、サンドロ・ボティチェリってこう、ヴィーナス誕生っていうね、プリマビーラーとかってあるでしょ。で、例えばボティチェリとか、その、同じ工房の中で、ベロッキオ工房で、弟弟子何歳下言うたか、7歳年下言うたっけ、ダヴィンチ。レオナルドですね。ダヴィンチって言うと怒られるんですよ。すっごい長いメール来たことあって、もう申し訳ございませんでした。海外ではレオナルドっていう、ヴィンチ村のレオナルドさんなんですよ。そんなこともちろん分かってるんですけど、日本人はね、どうしてもダヴィンチって皆さんね、昔から言うでしょう。レオナルドさんです。ヴィンチ村のレオナルドさんで、レオナルドが、サンドロ・ボッティチェリの同じ工房の、で、その世紀ルネサンスって言うんですけど、あとはミケランジェロですよね。ミケランジェロとか、あとはラファエロ・サンティとかですね。っていうのが世紀ルネサンス。それの前からルネサンスって起こってきているんですよ。まあ、で、その中で、ピエロ・デ・ラ・フランチェスカっていうのが例えば、透視法の遠近法を発明したりとか。で、黄金背景テンペラ画っていうのがあって。で、これはもうまさに、ね、キリスト様の背景を金にすると。で、その時に僕はその大学の授業とかでこうマスキングテープをビューッと貼って、あれと思って。その田口先生の授業をすごいヒントを得れたらもう一つあって、石膏地というのを作るんですよ。これは白亜地というので、石膏地っていうのはボローニャ石膏と呼ばれる硫酸カルシウムと呼ばれる、難しい、ごめんね。もう偏差値50以上ないとついていけへん。ぜひね、ルネサンスの動画というか、ああいうのも見てもらったらいいんですけど、で、細かい描写を最後していくということなんですけども、
背景を金ピカにしてこうメノウ棒って言ってメノウっていう石があるんですけど、それを日本のこう例えば、日本画とかの金箔っていうのはこう白目があるでしょ、四角いあるでしょ、こうマスになってで、西洋の黄金背景天ぷら画っていうのもそれをないぐらいメノウっていうのでね磨くんですよ。磨くって言うたらいいかな。で、やっていくと。で、トゥルトゥルになるんですよ。トゥルトゥル、キラーっと、もうなる。で、その黄金背景天ぷら画っていうやるときに、こう、描画する部分っていうのは、マスキングっていうかしておいて、背景だけやるっていうことをしたんですね、その授業で。あ、そうか、マスキングしてもええんやって。マスキングしちゃいかんって、硬くなるっていうのはわかるんですけど、硬くなるからいかんってすごいこう言われてたんですけど、その授業で、磨いて、こう、マスキングっていうかもうする。まあ、これ延長っていうかそういうことで、先ほどのずっとマスキングシートを貼ってやっていくっていうところとかですね、今も延長して続いているし、そのこう、石膏寺っていうのは、硫酸カルシウム。で、僕がやってる白亜って白亜の方が炭酸カルシウムなんですけど、安価、安いんですよ。で、作り方はすごく似ているというか、煮皮というものと、その白っぽい粉、もうざっくり言うよ、ごめんなさいね。を混ぜ合わせて、塗料を作ると。塗料。アクリル絵の具のジェッソっていうのはイタリア語で、石膏地という、要はボローニャ石膏地なんですけど、まあ、それを多分リキテックさんとかが、下地材の総称としてジェッソという名前を多分付けはったんやと思うんですけど、間違ったらすみませんね。で、その炭酸カルシウムというのはどっちかというと硬いんですよ。で、硫酸カルシウム石膏地と呼ばれるものは若干柔らかいんですよ。で、若干柔らかいからクッション材みたいになってて、目の棒で磨くことができるんですよ。これがカチッと硬すぎると、箔をうわーってやったらこう剥がれてくるんですね。マニアックな話をしてしまいました。あ、そうそう。それの石膏地を作るプロセスの時に、こう、結構、白亜は僕はどっちかというと薄く何層も重ねていくと。で、白亜は私がやってるやつね。で、硫酸カルシウムの石膏地に関しては厚く重ねていくんですよ。もう本当にブルブルブルってもうちょっとこう生乾き状のちょっとこうなんちゅうのかな、ババロアって今言わんか。ヨーグルトというかもうちょっとブリンとした感じですよ。プリンとヨーグルトの間ぐらいみたいな感じの状態まで冷まして使うんですよ。で、ブリンとした感じを厚くドゥルンと塗っていくんですよ。ドゥルンとかブリンとかばっかり言ってるけど。で、それをこう研磨するめちゃくちゃ細かい仕事してる。研磨する際にこう熱くなってるところに、鉛筆の黒鉛をわーっとこうすり込んで、鉄板とかでバサーっとこう削るんですよ。バサーっと。で、最後にカッターの刃で細かく削っていくんですよ。バサッとやったら凹んでるところだけに黒鉛が入ったままになるでしょ。で、それを何回もこう、繰り返していって、黒鉛すり込んでまた削って、ここ凹んでるっていうのをやっていくと。その際の削った感じがかっこよかったんですよ。黒鉛が残って。っていうのが結構僕は絵を描いてる時にたまに削ったりする作業、あれに生きています。私が考えたというわけではありませんということで、最後のこの点描ですね。点描で結構ハイライトを描いていきます。これはだからフェルメールがこうデルフト眺望という作品があるんですけども、あれハイライトてんって測るやん。もう拡大してみたら Google アート&カルチャーかなんかっていうのとかでガーッと拡大してみはったらいいと思いますけども、点で書いてあったり、牛乳を注ぐ女の前の方のパンとかが結構最後点で書いてあったりとかっていうことがありますので、そういったところも真似しながら、こういったところは点描はこんな感じでということでございました。ちょっとね、なんか昔影響を受けた、技法的に影響を受けた、新しいこれ iPhone にしたんですけど、このビデオのこう、写真機能が使いにくい。あと何秒で終わるかわからへん。ということでございました。最後ネチネチと細かい描写をしております。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっと懐かしい自分自身の26年前の大学生のお話をさせてもらいました。最後まで楽しんでみてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。以上です。
ご視聴ありがとうございました。どうだったですかね、密度がぐぐぐぐぐっとね、ある光のところ最後、ピッて書いていってるところまでお見せできたかなと思います。皆さんもぜひぜひ光を描くということで、ぜひぜひ参考にされてみてください。私はフェルメールを意識しながら点描で描いていっております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。いつもチャンネル登録。いつもありがとうね。いつも見てる。バイバイ。